最近ね、アフリカ開発会議っていうのがですね、行われておりまして、横浜でずっと行われてたんですけども、日本が主催するアフリカに対してですね、ODA とかも含めてですけれども、中国の影響がものすごく今強くて、中国が補助金とかですね、もうODA 的なことをどんどんやってですね、中国企業がどんどんアフリカでの存在感を増してるっていうことに対して、日本政府、危機感を抱いてですね、結構前からですね、アフリカ開発会議やってます。これは、国連とか国際社会で、日本国が優位に、例えば、非常任理事国のですね、選定とか、国際機関でのですね、日本が優位な立場に立てるとか、オリンピックの誘致とか、万博の誘致とか、いろんなところで、アフリカ票って結構重要なんですよね。だから、影響力を行使したいということで、アフリカの首脳陣を日本に招いて、そういった会議をわざわざやってるわけですけれども、それに合わせて、アフリカのホームタウン制度というのを日本の、木更津市をはじめとする4都市で、そういう契約を締結したということで、これがものすごい今炎上を生んでいて、ハレーションも起こしてるんですけれども、炎上させてるのは、これ脊髄反射なのかわざとやってるのかよくわかんないんですけど、いわゆる移民反対派の参政党支持者みたいな人たちが煽ってるっていう部分はありますよね。川口市のクルド人問題なんかにも引っ掛けて、そもそもクルド人自然に集まってきて、大体移民っていうのは日本に来た時にですね、中華街が典型だと思うんですけれども、固まってですね、日本だってね、サンフランシスコに日本人がジャパンタウンみたいなの作ってるわけですから、それはどこも多分バンコク共通だと思うんですけれども、トルコ人日本に来てですね、トルコ人として日本に来てクルド人の、コミュニティを作ってそこで問題が起こったりとかしてると。そういうところをですね、上げつらいながら、ナイジェリアなんてお前、とんでもねえ国だぞと。日本にビザ要件緩和して、そいつらがいっぱい来たら大変なことになるなんていうふうに言ってますけれども、そもそもこれ、JICA とか外務省ですかね、が主導してですね、オリンピックで、木更津だったらナイジェリア人の代表団が、そこで合宿なのか、滞在してですね、国際交流を広めたみたいな、そういった経緯があって、なんていうんですかね、友好都市というわけでもないんですけれども、日本からの補助として、そういった自治体の運営に関わるノウハウとかをですね、ナイジェリアにですね、移転すると、技術移転とかをしてですね、ODA に近いんでしょうけれども、そういったことをやるというわけで、ビザ条件を緩和して日本にバンバンナイジェリア人が来るっていうのは完全に誤解だと思います。それは他の町4都市のうちの他の3つに関しても似たような話だと思うんで、これに対して脊髄反射してるのか、わざと炎上させてるのか、どっちかわかりませんけれども、突然アフリカの人たちが山のように日本に退去してやってくるっていうのはもう全くの誤解。これはですね、木更津市はじめとして、外務省も JICA もみんなそれは否定してますけれども、どうやらナイジェリアのウェブメディアかなんかがですね、飛ばし記事を出して、それを BBC の記者がこたつ記事を書いたみたいな、それが有力な説になっておりますけれども、BBC でもやられてるナイジェリアのメディアは訂正してないとかですね、いろいろ言われてましたけれども、とりあえず日本政府がそもそも移民の受け入れに関しては日本政府が決めることなんで、日本の外務省とかが否定してるってことであれば別に何の問題もないのかなっていうふうに思わないのかなっていうのは、その辺ちょっと、それは実は真理遠謀で、日本のメディアが報道しなくて炎上しなかったら、外務省はビザをバンバン出してたんじゃないかみたいに、また陰謀論を唱える人たちが多いわけですけれども、わざわざそんなことするかいやって話ですね。参政党とかは移民の受け入れに反対してるわけですけど、じゃあ移民しなくて日本国はどうやって労働力確保するんですかっていうのは本当にこれからね、介護される人たちも増えてくるわけだし、特に地方の第一次産業なんて本当人いないですよ、マジで。僕も飲食の事業とかやってるんで、地方にも拠点あって見てますけど、求人しても人来ないですよ、マジで。なので、これ人手不足ってロボット化が進むって言っても、街で働く店舗の従業員とか、そういう人たちとかタクシーの自動運転とかですね、もうちょっと先ですよ。とりあえずここ10年とかって人手がやっぱり必要になってくるんで、ある程度移民受け入れないと、国が立ち行かなくなる。そうこうしてるうちに発展途上国と言われたところが自国の発展を優先するんで、
他の国に行かないでくださいっていう風に言ったりとかするようになってきたんで、日本なんかめんどくせえから行くかよみたいな感じになってきつつあるんですよ。正直なところ。円安で、対して給料ももらえない割にはですね、移民差別みたいなものはすごく強いんで、やっぱりほとんどが日本人が住んでますからね、日本って。日本人以外に対する差別意識は、特にね、参政党が国政政党になって、そういった意識持ってもいいんだみたいな人たちもすごく増えてきて、日本人ファーストなんて言ってるんでね。それはすごく人材を確保するという意味では、本当に最低限の公共サービスも受けられなくなる可能性非常に高いです。移民がいないとね。今後ね、できれば、すごく技術レベルの高くて、収入も高い、有料な外国人に移民してほしいというふうに思うんですけれども、それはいくつかの手を考えなきゃいけなくて。一つは僕はトランプゴールドカードみたいな、日本に対してですね、何億円か払ってくれる人たちに対して、ビザを発給する。これは僕はすごくいいと思うんですよね。経済レベルが高い人、資産とかたくさん持ってる人がわざわざ日本に来て犯罪をするかっていうとしない可能性の方が高いですよね。これは僕も刑務所にいたからわかるんですけど、やっぱり貧しい人、収入レベルの低い人の方が犯罪率は高くなりがちであると。逆にお金をたくさん持ってる人たちっていうのは、いわゆる皆さんが恐れてるような凶悪犯罪っていうのはなかなかしない。する確率は非常に低いっていうふうに言われておりますので、トランプゴールドカード的なですね、お金をたくさん投資してくれる人たちを優先的に移民させる。これは一つの手だと思います。もう一つやっぱり今、特定技能とかね、そういったところで移民受け入れてますけれども、本当アメリカみたいに、過去のですね、犯罪歴も含めた履歴とか、そういったものをちゃんとリサーチをして、アメリカなんて本当 SNS の発信とかまで最近は、見るようになってますんで、そういったところで、ちゃんとした移民行政、作って、移民法を作って、ちゃんと役所も作って、入管じゃなくてですね、ちゃんと移民に特化したようなですね、役所を作ってですね、ちゃんとスクリーニングをして、日本に来る人たちをですね、選別していく。それは僕は必要だと思います。移民絶対反対とかだと、マジで立ち行かなくなるんで。あとはですね、細かな問題いろいろございますけれども、こういったところでいちいち騒いでると、さらに労働力の担い手としての移民に対する視線が厳しくなっていくと、単純に困るのはお金がない人。経済的にやっぱり弱い人が一番困ると思うんですよね。富裕層は別にお金を払っていくらでも人雇えるんで、結局そこはいくらギャラを払うかみたいなところにも尽きると思いますんで、そういったところで、彼らはね、積極財政で国債いっぱい発行して移民受け入れろとかって言うんですけど、そうするとインフレになるんで、円の価値下がって、より円安になって、日本でなんか働けっかみたいな感じで移民来なくなっちゃうんで、本当にやばい未来が見えてんじゃないかなっていうふうに思いました。冷静になってるサイレントマジョリティの方の方が僕は多いと思いますので、そこまでは心配してないんですけど、今ね、この問題に切り込んでまともな意見を言うと叩かれる。僕のこの YouTube のコメント欄もそういう奴らがいっぱい湧いてくる予感しかしないんですけど、何も言わないのも気持ち悪いんで言っときました。いってらっしゃい。